弊社ですけども、大正13年1924年に創業者の前川喜作がですね、氷の製造販売から始めました。その延長線上で冷凍機、ヒートポンプ、食肉の処理ロボット等々を製造販売を生業にしています。会社の歴史が古いだけに、いろんなところにですね、アナログの業務がこびりついている部分がありました。今価を導入したその大きな決め手になったのはですね、営業の方が言われてた承認レスとチェックレスって言われたんですね。承認とチェックがないシステムっていうのは当たり前ですけどアナログでは考えられないわけです。チェックするだけの人、あるいは承認するだけの人っていうのは会社として、うちのビジネスの中で付加価値を生んでるかって生んでないですよね。そこにコンカっていうツールが入ったことによって新しい気づきが生まれたわけですね。コンカに合わせた人制度、コンカに合わせた留置制度、経営層の旗振りのもと、プロジェクトメンバー一丸となって新しいことにチャレンジしていくということを目指しました。今までは社員が手作業でチェックを行っていて、とてもガバナンスの高い状態とは言えませんでした。導入後はオーディットサービスさんを利用してチェックはそちらにお任せして、経理部門は少人数で分析レポートを使いながら質の高いチェックを行っています。SAP コンカ導入前は制度変更の特定であったりとか、社内規定への反映であったり、社員教育に対して多大な工数がかかっておりました。コンカのアドバンスドケアサービスを活用することによって担当者に当社の環境を理解してもらった上で法改正への対応のアドバイスをいただいて、スムーズな対応ができるようになりました。2024年にコンカートラベル稼働しまして、海外の航空券予約手配、そして生産までを SAP のコンカー上で行うことができるようになりました。これによって一気通貫の生産ができるようになって、結果的に発見のリードタイムが短くなりまして、従業員からも好評を得ている状態です。で、今後の展望としましては、その蓄積されたデータを用いてコストの最適化ですね、そちらを考えておりまして、でさらにどこにどの従業員が出張しているかというところが分かりますので、安否確認にも利用できるのではないかなというふうに考えております。SAP コンカを導入したことによって経費精算にかかる業務時間が約1万2000時間削減することができました。当初の予定である2万時間の削減についても達成可能な数値になってくるかなというふうに思っております。私たち間接部門の改革挑戦はまだ始まったばかりです。これからもコンカーさんのサポートを受けながら、コンカーさんと一緒に盛り上げていきたいと考えています。コンカっていうツールを使って安心して、それに真面目な人が損をしない世界を作っていきたいっていうのが一つ。次に出てくるのが付加価値を生み出す業務に注力してくださいというメッセージ性は常に出しています。もしかしたらデジタルって共通言語じゃないかなと、世界中の共通言語じゃないかなというふうに考えてまして、コンカっていうその共通言語を切り口にそのレベルの高いグローバル経営に持っていけないかなっていうのが今考えているところです。